こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は晩秋の用水路での釣り、ここは埼玉県吉見町ですね。一の川の北側に広がる水田地帯の一角を流れる用水路、ここで釣りをした時の動画に、合わせましていろいろ喋りたいと思います。このような感じの用水路です。ああいう指をさしている角とか狙いたくなりますね。この先の方はですね、水が段差になっていて落ちていく、流れていくところ、ここも、角がありますね。ここは右側の方へ実は暗渠になっていましてずっとつながっているんですけれども、こういった、角とかへりとかそういったところが、狙いたくなる場所ですね。使う餌は、このチャンネルでは頻繁に使ってますタナゴグルテンですね。少量を使うのに非常に便利で、そしてよく釣れる。使う仕掛けは市販のタナゴ仕掛けですね。こういった市販のタナゴ仕掛けもこのチャンネルではよく使ってますね。竿の長さ、1.2 メーターとか、そのぐらいの、仕掛けの時はですね、こういったタナゴ仕掛けを使うことが多いですね。ここは水が流れていくというよりちょっとゆるく渦を巻くような感じ、そういったところ、水のたまりのようなところですかね。釣りをしていると浮きが動いて食い上げてきた、かかりましたということでくるくる丸まってくるようなっていうのも、自分よくそういう言い方をしてますけれども、船はそういうフォルムで、釣れてきますね。手元で落下しましたけれども確保して船ですと。それからこのチャンネルではですね、魚を上下逆にお見せしていることも非常に多いんですけれども、釣れた時手で掴みますね。そうして手を開くとああいう感じになっちゃうんですね。指を下にして手を開けばいいんですけど、それだと落っこってしまいそうな気がしてつい、魚を逆に見せてしまう、上下逆に見せてしまうことが多かったりしますね。またかかりましたね。浮きの動きがですね、結構微妙なことが多い船釣りということになりますね。浮きが動いてんのかな、どうなのかなと、またはいや今当たり思わなかったけどな、どうなんだろうなっていうような、それでかかってるっていうこともたびたびありますね。だからタイミングを測ってというか、かかってるだろうっていう感じで、しっかり当たりがある明確な、なんていうんですか、ぐっと引き込むような、消し込むような当たりがなくてもですね、釣れてるだろうという、なんか見切り発車的な感じで竿を立てて、やっぱ釣れてたわっていうことも随分ありますね。でこの場所はチャンネルを始めた当初、その年の秋遅い頃ですかね、その頃から何回も釣りに行っている場所なんですね。で、これは昨年の動画なんですが、一昨年多分水路の工事をやっていたんですよね。それで一昨年の秋はもう、早い段階からですね、全然水がなかったんで、この場所ではもう秋晩秋なんかでは釣りができないのかなと思っていたんですが、昨年、通りかかりまして水あるよということで、水路の工事も終わっているよということでですね、また釣りが楽しめるようになっていた、そういった、楽しい釣り場が復活してくれて、釣り人さんとしてはですね、とても嬉しいことですね。また当たりが分かりづらかったですが釣れました。釣れたのはやはり
船ですね。船がよく釣れる。で、以前はですね、もっと小さい魚が、よく釣れていた。そしてクチボソ、タモロコを中心に釣れていて、船が時々混じったというような、自分の場合はそういう釣果になることが多かったんですけど、この時はですね、とてもたくさん船が釣れたと。これは釣れたのクチボソですけど、船が中心に釣れたということで、ちょっと驚きというかね、嬉しい驚きがありましたね。このような感じで横を砂利道が通っていますね。時折車が、通り抜けていきます。また釣れました。また取り落としてますね。このチャンネルでは魚の取り落としがよくありますね。実際釣りをしていると、自分の場合は、とにかく釣りの回数は多いですけど、決してうまい釣り人ではないので、よく落っことしたりしていますね。そういったところも、片隅さんの釣りの真実ということで、お見せして笑っていただければ、それはそれで面白いかなと思います。そしていろいろですね、アングルを変えて撮影をしたりする。やはりこういう感じで釣りをしているんだよっていうのが、見て分かった方が面白いのかなという気持ちもありますし、同じアングルばかりだとやはり見ていて飽きてしまうかなという感じもありますね。という自分のこれは好みなんです。こう手元だけ映して、それはそれで臨場感が感じられて迫力あるよっていう、動画もありますね。そういった動画 YouTube でいろいろ見ます。ですが自分の場合はそれほどですね、迫力のある釣りをやってるわけではありませんので、いろいろこう手を変え品を変えというか、映す方向を変えたり、いろいろそのアップにしてみたり引きにしてみたり、いろいろやってですね、なんとか、見てくださる皆様に楽しんでいただけるようなというようなことをつい考えてしまいますね。というよりもそれもありますけど、自分で見てそれが面白いかなと思ったりしてますね。釣れましたね。また船が続いていますね。で、他の動画でも話しましたけれども、自分一人で行ってる時は自分でカメラをこうセッティングいろいろしなければいけない。角度を変えて、だから時にはうまく映っていないこともありますね。せっかくのいいシーンだったのによく映ってないからこれはダメだとか、そういうこともたまにはありましたね。この時は撮影さんも同行していたので、固定カメラでうまいところへ、セットして、撮影してくれたということで、これは手元で自分で見ながらアップしたりしながらやってましたけどもね。こういった草の実が知らない間に袖とか、なんかズボンとかについたりしますね。この日の釣果は、このような感じで船、小舟中心に、クチボソというようなことですかね。なぜか分かりませんが、魚がみんなこちらを向いて整列をしているという、そういう状況になりました。なかなか楽しい釣り、とても楽しい釣り。やっぱり釣りは楽しいですよね。まだまだ、釣りが楽しめる季節、特にまだまだ地球温暖化で、暖かい日が結構ありますので、そういった日を狙ってですね行くと釣果が上がるんじゃないかなと思いますね。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、
高評価よろしくお願いします。また次の動画でも何かいろいろ喋りたいと思いますので、どうぞそちらもご視聴ください。